瓶の中の魔物。とても貧しい家がありました。父親を亡くし、母親と息子だけの暮らしをしています。息子が幼い頃に父を亡くしたため、母親は必死に働いてきました。学のない母親は男の人に混ざって力仕事をするしかありませんでした。そうして働いたお金を少しずつ貯めて、息子が高校生になった時にこう言いました。あなたはしっかり勉強して大学に行きなさい。母親は勉強してたくさんの知識を持っていないとお金を得るのも難しいのだということを知っていました。だから息子にはしっかりと勉強させて自分のような貧乏をさせたくないと思っていたのです。いや、僕は高校出たら働くよ。息子は家が貧乏であることを知っていましたから、高校に行かせてもらえるだけでありがたいと思っていたのでした。いいえ、しっかり勉強してお金をたくさんもらえるような仕事についてちょうだい。そうすればいつかお母さんが動けなくなった時にあなたがお母さんの面倒を見てくれるでしょう。息子は母親が働けなくなる日が来ることを思い、その時のために自分がしっかりと勉強しなければいけないことを知りました。こうして息子は高校の3年間必死に勉強し大学に行くことになりました。けれど大学に入って3年した頃でした。十分にあると思っていた大学に行くためのお金が足りなくなったことを知りました。そこで一度母親のもとに帰り、二人で働こうということになりました。母親はなんとか二人で働けばお金を貯めることができるから、そうなったら大学に戻ればいいと言ってくれました。息子もそうしたかったのですが、思った以上に母親の生活は苦しいものでした。朝、母親はご飯だけの弁当を持って仕事に行くと言いました。母親の仕事は山の中で男性に混ざって手伝いのような仕事です。片付けをしたり、重いものを運んだり、年老いた母には大変な重労働なはずですが、勉強をしてこなかった母親にとっては仕事があるだけでありがたい、そう言って出て行こうとしました。そこで息子は自分も手伝いたいと言いました。けれど母親はそんなに甘い仕事ではないから学生をしていた息子には無理だと言いました。それでも何か役に立つかもしれないからと言ったのですが、母親は斧だって一つしかない。その斧をもう一つ買うお金もないのだよ。だから二人で行くのは無理だ。と言いました。母さん、隣から斧を借りてきてよ。斧があれば二人で仕事に行けるんだから。そう言って無理に斧を借りてきたのでした。山に行くと息子が思っていたよりも大変な仕事でした。こんなに大変な仕事を毎日していたのかと思うと、母親に申し訳ない思いがしてきました。息子は一生懸命に働きました。そんな息子の姿を見て、母親は
息子が思っていた以上にやれることを知りました。お昼になり、お弁当を食べると、みんな昼休みに仮眠をとります。母親は息子に休むように言いましたが、息子はまだ疲れていないからと言います。お昼に休んでおかないと午後からの仕事ができなくなるよ。僕は大丈夫だよ。ちょっと見て回りたいから。そう言うと、息子は山の奥へと入っていきました。大きな木があちこちにあり、日の光も遮るほどです。木陰は太陽の熱を遮り、気持ちよい風を運んでくれます。息子はさらに奥へと進んでいきました。すると、大人5人が両手を広げても回りきらないほどの大きな木がありました。その木の大きさに驚きながら上を見ますが、木のてっぺんが見えません。木の大きさに驚きながら眺めていると、どこからか声が聞こえてきました。助けてくれ、出してくれ。周りを見回しますが、誰の姿もありません。じっと聞き耳を立てると、やはり出してくれと聞こえてきます。それも小さく、かすかに聞こえてくるので、余計に気になった息子は声がする方へと歩いていきました。すると、ちょうど木の裏側の根っこのあたりに小さな瓶を見つけました。どうやら声はその中から聞こえてくるらしいのです。息子は瓶を拾い上げ、中を覗いてみました。瓶は土にまみれ、はっきりと中を見ることができませんが、何やら虫のようなものが入っているようでした。そしてその虫がはっきりと「出してくれ」と叫んでいるのです。息子は不思議に思い、瓶の蓋を取りました。すると中から猛烈な風が巻き起こり、それと同時に大きな魔物が飛び出してきました。あまりの速さに蓋を閉めることすらできないほどです。びっくりした息子は尻餅をついてしまいました。やっと出ることができた。礼を言おう。お前は何だ？俺は魔の者。この瓶の中に閉じ込められて300年。どんなにこの日を待ち望んだことか。なんだって？魔物？そうだ。俺こそが魔の者。礼としてお前の首をもいでやろう。なんで助けたのに首をもがれないとならないんだよ。だから礼だよ。そう言うと、魔物は息子の頭をわしづかみにしました。待ってくれ。こんなことをされたら、あんたが本当の魔物なのかどうかわからない。なんだと？それに、急に俺がいなくなったら、俺の母親が心配する。それなら死んでからちゃんと挨拶に行けばよかろう。そう言うと、魔物はさらに手に力を入れた。だから待ってくれ。死んでから挨拶に行ったって、なんで死んだと聞かれた時に困る。あんたが本当に魔物だと言うなら、その証拠を見せてくれ。そうしたら母親にもちゃんと説明することができる。なんだと？証拠を見せてくれたら信じるし、本物の魔物に殺されるなら、それも仕方がないと受け入れられる。なるほど。証拠として、
もう一度この瓶に入ってみせてくれ。魔物ならそのくらいのこと簡単だろう。偽物の魔物だったら誰かに封印されただけかもしれないじゃないか。なんだと？よし、わかった。もう一度瓶に入ってやるから、よく見ておけ。そう言うと、魔物は瓶の中に吸い込まれるように入ってしまった。そうして瓶の中で、どうだ、これでわかっただろう、と笑っています。息子はその瞬間を逃すことなく、瓶の蓋を閉めました。いや、何をする？蓋を開けろ！開けるはずがないだろう。あんたのような魔物を出したら大変なことになる。今度こそ俺は殺されかねないじゃないか。わかった。もう殺さないから。信じられないよ。出てきた途端に殺そうとしたんだから。いや、今度は本当だ。殺さないし、ちゃんとお礼もしよう。そうは言われても、相手は魔物です。そう簡単に信じることはできません。しかし、魔物は一本の包帯を取り出すと、これはただの包帯じゃない。傷口に巻けば、あっという間に傷が治る。どんな病気でも治ってしまう。片方の端を鉄につければ金に変わる。これがあれば金に困ることはなくなるのだ。しかしそれが本当かどうかわかりません。果たして信じていいのかどうか、包帯を受け取り試してみたいところですが、瓶の蓋を開けたら最後、魔物が飛び出してくるでしょう。お前は大金を得るチャンスを捨てるつもりなのか。散々説得されて、息子はもう一度だけ瓶の蓋を開けることにしました。するとまたしてもものすごいスピードで大男が現れ、今度はちゃんと包帯を渡してくれました。これで礼は果たしたぞ。いや、これが本物とは限らない。そう言うと、息子は持っていた斧で自分の腕に傷をつけました。そして包帯で巻くと、本当にあっという間に傷が消えてなくなりました。次は持っていた鉄の斧に包帯をつけてみました。すると鉄だった斧は金の斧へと変わってしまいました。これは本物だ。当たり前だ。そう言うと魔物は風のように飛んでいってしまいました。息子は金の斧と包帯を手にすると母親のもとへと戻りました。みんなもう仕事を始めています。いつまでも戻ってこない息子を見つけると母親は怒り出しました。お前は仕事を何だと思っているんだい？休憩時間はとっくに終わっているというのに、何でも中途半端じゃダメじゃないか。散々叱られたものの、息子は仕事に取り掛かりました。ところが金の斧を木に打ち込んだ途端、斧はぐにゃりと曲がってしまったのです。母さん、斧が曲がった。何を言ってるんだい？母親はまた何をバカなことを言い出したのかと思いましたが、本当に斧は曲がっているのです。これでは仕事になりません。しょうがないね。お前はそこで休んでなさい。小1時間も座っていたのですが、ただ座っているのも疲れるもので、息子は帰りたくなってしまいました。母さん、もう疲れたよ。帰ろう。これは仕事なんだよ。終わらないのに帰れるわけがないだろう。でも疲れたんだ。だったら一人で帰りなさい。帰り道がわからないよ。散々一人で帰れと言われたものの、一人で帰ることもできずにいると、
とうとう母親は途中で仕事を辞めて一緒に帰ることにしてくれました。その斧なんだかキラキラしてるけどどうしたものかね。斧を弁償しないといけないがそんなお金もないし。とにかく家に帰ったらそいつを売りに行っておいで。大したお金にはならないだろうけどないよりはましだ。残りのお金は母さんが働いて返すから。そう言われて息子は家に戻るとすぐに売りに行きました。ところが店に行くと斧を見た瞬間にこれは大変なものを持ち込まれたと店主も真面目な顔になりました。調べてみると確かに本物の金ですし、重さを測ったところ店の金庫にあるお金では足りないくらいの金額でした。そのため金庫にある分だけをもらい、残りのお金は後でもらいに来ることにしました。家に帰ると母親はどうやって斧のお金を作ろうかと悩んでいるところでした。母さん、隣の斧はいくらだと思う？6、7千円もするだろうね。そうか。じゃあ2万円払ってきてよ。これだけあれば文句はないでしょ。なんでこんなに？息子は山で起こった幸運をすべて話して聞かせ、これからはお金に困ることはないことも話しました。おかげで母親は重労働の山の仕事を辞めることができ、食べるものにも困らない生活ができるようになりました。息子は大学に戻ると途中だった勉強をして、その後包帯のおかげで何でも治せる医者として有名になりました。おしまい。